はい、どうもゆうすけです。今回はある自分の生徒について話したいと思います。もしかしたら皆さんにとっていい例になるかなと思って、なので話したいと思います。で、皆さん覚えてますか？ポッドキャスト3で上げた動画なんですけど、見てない方はぜひ見てくれると嬉しいんですけど、その中で話したことは、気まずい雰囲気を覚悟して話すことが大事。気まずいから喋りたくない、気まずい雰囲気になるのが嫌だから喋らないっていうのは良くないんですよね。言語学習においてもうその気持ちはめっちゃわかります。自分がまだ英語が苦手だった時に英語話者と喋る、その時すごく緊張しました。だからすごく気持ちはわかるんですが、そこで勇気を出して話さないと成長がゆっくりになっちゃうんですよ。そこで頑張って話すと成長速度がぐんと上がって早く伸びるわけですね。そのことについて話そうと思ってて、ある私の生徒がいて、でその方は自分がオンラインレッスンを始めてからずっとレッスンを取ってくれてて、でありがたいことに昨日もねレッスン取ってくれて、もうずっと取ってくれて、お互いのことをだいぶ知って仲良くなったんですけど、昔あげたポッドキャスト3の動画を見た後に、その自分の生徒さんがインスタの DM で「あの動画すごく良かったです、なんかすごく自分に響きました」っていう風に話されてて、だから次のレッスンは極力英語を喋るのを控えたいっていうようなメールが来たんですね。で、今までどんなレッスンをしてたのかっていうと、英語を主体で文法とかを教えるっていうのをやってました。英語をメインで使ってね。なぜなら私が英語を喋れるから、こういう文法は英語で言ったらこんな文法だよとか、ニュアンスはこんな感じだよとか、そういうのを全部英語で教えてたわけです。もちろん勉強になるじゃないですか。ただね、せっかく俺が日本人で日本語を勉強したいだったら、日本語を話した方がいいと思いませんか？レッスンの中で。例えばこの例文を喋ってみて、この例文を日本語で言ってみてとかはあんまり緊張しないと思うんですよ。問題形式だから。というよりかは、じゃあ、あなたのことを教えて自己紹介してとか、好きなスポーツは何ですかとか、昨日は何をしましたとか、そういう自分で文章を考えるような質問とか、要するに会話っていうのをした方がいいと思うわけです。なぜかというと、いろんな理由がありますよ。まず一つ目はモチベーション。そこで話せない気まずい雰囲気を味わうことがモチベーションにつながるんですよね。うわ、悔しい。まだまだ日本語ダメだな。だから頑張ろうって会話のために勉強するんですよ。もちろん JLPT のために勉強することも悪いとは言ってないです。ただ JLPT を勉強したから喋れるかっていうとそうじゃないと思います。私が実際に TOEIC っていうスピーキングがないテストをずっと勉強してきて喋れなかったので、高得点は取れてたんですけど N2 ぐらいですかね。その TOEIC の試験で N2 ぐらいのスコアは取ったんですけど、全く喋れなかったっていうのがあります。そういう経験から思うのが、その試験のために勉強をするのと喋るために勉強するっていうのは全然違うわけです。だから喋ってほしいっていうのはあったんですね。で動画で上げて、そういう内容をね、でそのポッドキャスト3を見た後にそういうメッセージが来て、次のレッスンでは頑張りますっていう風にね話してくれて、でその次のレッスンが昨日あったわけです。で昨日のレッスンでもう結構沈黙はあったんですよ。文を考えてる時に、例えばちょっと待ってくださいって言って20秒ぐらいずっと考えてて、どうしようかな、どんな感じだったっけな、みたいな感じで考えてるシーンはあったんですけど、もちろんね、自分はそれを、待つっていうか応援してるから、頑張って文章作ってほしいと思ってるから。でそれで最初はめちゃくちゃ緊張してたんですよ、自分の生徒さんも。でもめっちゃね頑張ってトライして、今の日本語で言いますみたいな感じで、もう結構自分から言ってくれて、それで何個か
綺麗な文ができたりしてね、もちろん間違えることもありますよ。初めてそれで、なんだろうな、日本語を本当に道具として使ってるのを見て、嬉しかったし、そこで心の底から多分勇気を出さないと喋れないんですよ。そこで勇気を出して喋ってくれたっていうのは本当に嬉しかったです。なんでこんなに嬉しかったのかっていうと、日本語を完璧じゃないけど喋るっていうことは、自分のことを信頼してくれてると思うんですね。だから今まで英語を使ってたけど、その中でいっぱい練習をしてきて築き上げてきた信頼関係、そういうのが特に出たレッスンだなっていうふうに思います。だから自分のことを信頼してくれて嬉しかったですし、レッスンが終わった後に最初は緊張したけど、そのゆうすけさんのことを信頼できたから、どんどん緊張感は減ってきて、レッスンが本当に楽しかったですっていうふうに話してくれたんですね。本当に嬉しかったと思います。その生徒さんもずっと心の中では日本語を話さないといけないって思ってたと思うんですよ。実際にレッスンでもっと日本語を話さないといけないって話されていたから。で、本当にいろいろ工夫してたと思うけど、結局はね、勇気がいるんですよ。自分の持ってる力で戦うっていう勇気がいるんですよ。そこを自分にぶつけてくれたのが本当に嬉しくて、はい。っていうのをみんなに共有したかったです。なので、もしね、自分のレッスンに興味がある方は、概要欄の方からウェブサイトがありますので、そこから無料で最初ね、トライアルレッスンができるので予約してくれたらと思います。その勇気を出す、別に自分じゃなくてもいいんですが、そこの勇気を出して喋るっていうのをやってほしいなって思います。別に誰でもいいんですよ。今いろいろな日本人がオンラインにいるので、いろんな国の方がオンラインにいるので、喋ろうと思えば喋れるんですね。なので、ぜひそこで勇気を出して喋ってほしいなと思います。でも相当勇気いると思いますよ。うん。私も実際にそうだったから、性格にもよると思います。私の友達はむしろ全然逆で、文法全然勉強してないのに、なんか喋りたいとか、グッドグッドとか、そんな感じで、ノリノリな子もいるので、ただ、真面目な子も多いと思うので、そういう人は特にですね、トライしてほしいなと思います。で、ちょっと余談なんですけど、実はこの生徒さんのおかげで日本語レッスンを始めようと思ったんですね。というのも、私が YouTube を始めて2ヶ月くらい経った時に DM を送ってくれたんですよ。この生徒さんが。で、その内容は、オンラインのチューターを考えてみるのはどうですかっていうようなメッセージで。で、その時はもう YouTube しか頭になかったから、あ、オンラインチューターっていう選択肢あるんだと思って、最近ワーキングホリデー行って帰ってきて、オンラインチューターを今始めてるわけです。だから、あの時あの DM がなかったら、そもそもきっかけがなかったから、今こうやって日本語を教えてるっていうことがないと思います。だから、ある意味私はすごい感謝してるんですよね。結構その方は自分のことをいろんなところでサポートしてくれてて、もうそうですね、かなり感謝しています。こういう感じで日本語を教えているわけなんですが、生徒さんはもうみんな優しいし、やる気がありますね。自分が今持ってる生徒たくさんいるんですけど、みんなそれぞれ目標があって、例えば日本で仕事したいとか、日本に毎年旅行に行くからとか、ただただ日本語が好きとか、アニメが見たいとか、あとはゲームをオンラインで日本人としたいという人もいて、様々な方がいるんですね。その夢を叶えるために今サポートしようと思ってます。かなりね、柔軟にレッスンを、えーオーダーメイドって言うんですけど、その人のためにレッスンを作っています。例えば、ある方はゲームがすごく好きなんですね。で、私もゲームがすごく好きなんですよ。実際私は、ヨーロッパの方とマインクラフトをほぼ毎日やってて、で、それで英語力が伸びたんですよ。で、そういうのもあるよっていう話をしたら、あ、やりたい、マインクラフトをしながら日本語を話したいってなって、今はマインクラフトを一緒にね、サバイバル生活してます。はい。
もうめちゃくちゃ楽しいし、そのマインクラフトって実生活っぽいんで、結構使う言葉とかもね勉強になるんですけど、それでいろいろこういうのはこうやって言うよとか、リアルな日本語を教えるようにしています。こんな感じでオーダーメイドのレッスンを提供しています。私のレッスンの話は置いといてですね、今回私が伝えたかったことは、その勇気を出すことが、前回も言ったけど大事。それで今回私の生徒が早速ね行動に移して、レッスンでもうほぼ9割近く日本語を喋ってくれて、もう感動したっていうお話ですね。なので皆さんもぜひ勇気を出して頑張って日本語を喋ってほしいなと思います。もうミスしてもいいので、間違ってもいいので、気まずい雰囲気になることをむしろ楽しめるような、そんな、言語学習をしてほしいなと思うし、そういうパートナーを見つけてほしいなっていうふうに思います。以上です。今回の動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。